皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。ウクライナ軍による遠距離攻撃の戦果報告、また東部戦線や北部戦線における戦闘の様子などについて動画が公開されているので、これらを紹介解説していこうと思います。地上波放送ではウクライナの情勢解説、詳しいところはもうほとんど取り上げられることがなくなったので、ぜひともこのチャンネルで情報の更新に役立てていってください。それではウクライナ軍の遠距離攻撃ノボロシスクの戦果報告から見ていきます。現在ロシア軍の黒海艦隊はセバストポリを母港としていますが、ここがあまりにもウクライナ軍からの攻撃にさらされるため、艦隊の6割はノボロシスクに避難しています。そしてここにウクライナ軍が遠距離攻撃を行いました。夜間ウクライナ軍のドローンが襲来し、これを迎撃するノボロシスクの様子です。数多くの機関砲などが空へ向けて放たれていることがわかります。そしてこちらは日中の様子。ウクライナ軍の攻撃は夜、そして昼においても行われており、ロシア軍がこれを迎撃しています。ただ、港以外においては、そうした迎撃が十分ではなかったとみられるのがこちらの映像。石油貯蔵タンクが爆発炎上しています。こちらは衛星画像からタンクの一つが黒ずんでいることから地上からの映像とともに戦果の確認を行うことができました。ただ残りのタンクはまだまだありますから攻撃は継続する必要があるでしょう。ちなみにこちらはウクライナ軍のロシア軍ドローンに対する迎撃。こちらも空に向けて手動で銃撃しているところです。イメージとしてはレーダーと連動するような形でしかこうした飛行部隊を落とすのは難しいかなと思うのですが、こちらの映像では撃墜に成功しています。今のところドローンの動きは直線的なものが多く、慣れれば手動でも撃墜ができるようになるのでしょう。合わせてもう一つ戦果報告。ウクライナ軍がロシア軍黒海艦隊に所属する掃海艇ゴロビッツを撃破したと報告しています。ただしこちらは破壊時の映像資料が公開されていないことから、水上ドローンによる攻撃なのか、それとも対艦ミサイルネプチューンなどを活用した空からの攻撃なのか、攻撃手法については定かではありません。続いて北部戦線ハルキウ州におけるロシア軍の襲来攻撃。現在ロシア軍は国境周辺の集落に対して攻撃を行い、占領できるところは占領し、占領できないところについては猛烈な攻撃を行っています。周辺住民1万人が避難をしているということなので、戦闘地域周辺の住民、逃げ遅れた人も残念ながらいるようです。そして映像としては紹介しませんが、ロシア軍の占領した集落においては略奪が発生しており、それらの映像をウクライナ軍のドローンが捉えていることもあります。また、ウクライナ側は避難が遅れて占領されてしまった住民が人間の盾としてロシア軍に使われていると非難しています。ロシア軍の攻撃は街のどこでも攻撃対象であり、軍事施設かそうでないかの区別は全くありません。街の病院や集合住宅など、人々の生活は完全に破壊されてしまいます。日本では軍事施設があるイコール攻撃されると思い込んでいる人がいますが、あってもなくても攻撃されるのが戦争だという現実があります。このあたり日本の平和主義者はきちんと現実を見ておく必要があるでしょう。まずウクライナ軍による南方に対する攻撃は基本的にはうまくいっていると言えます。クリミア半島に対する攻撃を行うことによって対空兵器 S400 を複数撃破することにより、この地域のロシア軍の防空能力は低下しています。ですから今回のクリミア半島を越えたさらにその先への攻撃といったものも行われているわけです。ただし、ノボロシスクに対する攻撃はそもそもロシアの黒海艦隊の6割が集まっているというような状況ですから、迎撃戦闘もかなり活発なようです。というのも、ロシア軍にとってはこのノボロシスク、そこよりもさらに遠くとなると、もはやお隣のジョージアといった別の国の話になってしまいますから、もはやこれ以上遠くへ逃げることができないのです。現在黒海艦隊が黒海から脱出する手というのは陸の上を走らせるぐらいしかないわけで、昔の丸太船の時代であればそうした作戦もできたわけですが、現代の軍艦では重すぎてそうした陸を走らせることはできません。そして海ではトルコがボスポラス海峡で軍艦の通行について規制していますから、外に逃げることができないのです。軍艦は古かろうが新しかろうがどちらについても非常に高額な兵器であり、これらを撃沈することは相手に対する威圧として十分ですし、また戦果としても誇れるものです。おそらくこれからもロシアの黒海艦隊はすり減らされることでしょう。一方で戦いの主戦場、領土をめぐる戦いにおいて東部戦線が主戦場です。ウクライナ軍は今年
前半はずっと砲弾不足に悩まされていた関係で、前線においてはドローンを頼りに近距離戦闘を繰り返してなんとか持ちこたえている状況でした。先日ゼレンスキー大統領がようやくウクライナ軍の前線に砲弾が行き渡ったという話をしていましたが、これはあくまでも一時的なもので、すぐさま前線部隊からはいやいやまだまだ足りない大統領の言っていることはアメリカに対するリップサービスじゃないかといった批判などが出ていました。実際問題、アメリカから物資として砲弾がたくさんやってきたとしても、このやってきたそばから次々と撃たなければならないわけですから、どんなに数多くの砲弾がやってきてもいつまでも足りないといった状況はどうしても回避できるものではありません。こればかりはアメリカからの支援、EU からの支援、そしてチェコの集めてきている世界市場からの調達、この3つの供給ラインが3つとも機能しない限りはなかなか砲弾の充足といったものは難しいでしょう。ただそうは言ってもなんだかんだ言ってもう5月の下旬に入ってきているわけで、ウクライナ軍の弾薬不足、その最も深刻な時期5月攻勢といったものが懸念されていたわけですが、前線は今のところ持ちこたえているようです。一方、そうした東部戦線のロシア軍の動きを助ける動きとして行われたであろう北部戦線、ハルキウ州に対するロシア軍の攻撃はウクライナ軍の猛烈な抵抗に遭っているようです。初期においてはロシア側の仕掛けた電子工作戦によってウクライナ軍のスターリンクによる通信がかき乱されてしまったという問題が発生したようです。その間の混乱に乗じた攻撃はウクライナ軍を苦しめたようですが、現在のところ技術的問題を解決することができて、ウクライナ軍のスターリンクは再稼働しているようです。これに伴って様々な連絡もスムーズになりましたし、前線部隊の動きも連携が取れ始めているようです。しかし、ロシア軍による占領が行われた集落においては、他の地域でそうであったように、今回もまたロシア軍による略奪が盛んに行われているそうで、ロシア軍では戦争に行くと略奪ができることを一つのボーナスとして考えている可能性があります。というのも、ロシア軍が兵士を集めるときには、給料水準の高いモスクワやサンクトペテルブルグのような大都市ではなく、社会インフラすらまともに整備されていないような地方、それらの地域においては給料水準も低く、それらの人たちに対して高額の給料などを誘い文句にして多くの兵士たちを集めています。ですから、それらの人たちの一つの役得として略奪を奨励もしくは黙認している可能性があるわけです。こういった事情もあって、ロシア兵に対する侮蔑の表現の一つとして用いられているのが、人間ではないといったようなニックネームをつけることで、彼らに対してオークだというような表現をしています。ファンタジー世界ではおなじみのオークなわけですが、これを人間に当てはめるというのは通常ではやってはいけない行為なのですが、そのぐらいの勢いでロシア兵に対する軽蔑といったものは広がっているわけです。ちなみに動員法の改正に伴ってウクライナ軍は兵士を少しでも多く軍に入れようとしています。この背景にあるのは死傷者がたくさん出ているといったことも問題なのですが、前線の兵士たちをいかにして休みを取らせるかといったことも重要なのです。現在のウクライナ軍の戦闘が始まってからずっと前線に張り付いている兵士もたくさんいるということなので、これらの兵士たちは当然のように疲労困憊の状態になっています。どんなに戦う気持ちがあったとしても、体の方が持たないとなれば判断力は低下しますし、また戦う意欲そのものも萎えてしまいます。ですから新しい兵士たちをどれだけ訓練し、どれだけ前線に送り込んで疲れ切った兵士たちを後方で休ませるか、その体制づくりが求められています。この動員法の改正に伴って集める兵士たちの年齢が引き下げられます。また国外にいる人たちに対しても国に戻って兵士として戦うようにと呼びかけが行われています。これに関連してのちょっと面白い余談としては、橋本徹弁護士、日本では非常に有名人として知られているわけですが、ロシアのプロパガンダメディアで彼が採用されました。というのも、この動員法に絡んで、橋本氏がウクライナ軍を応援し、ロシア軍を撃退せよといったことを呼びかけているウクライナ人は、今回の動員法に伴ってウクライナに帰って戦えばよいというような発言を行いました。これをスプートニクが、そうだそうだと応援する形で橋本氏を記事の中で引用したのです。橋本氏は、ロシア軍が本格的な侵攻を行った2022年2月から継続的にウクライナに対する発言は行うのですが、毎回のようにロシアにとって都合の良い話というのをするので、その度に
国際情勢やもしくは軍事面における話はしない方がいいと周りからツッコミを受けています。国内の地方行政についての話をするときと国際情勢について必要な見識といったものはまた別の話だよというのを体現しているのが橋本氏だと言えるでしょう。日本の外で何が起こっているかを知った上でそれをどのように自分の中で解釈するかというのはとても大事なことです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していって情報の更新にお役立てください。また動画見終わった方は評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、また役に立ったなと思われる方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。